どうもこんにちは、福山茂です。今回の YouTube のテーマは貸借対照表の見方です。今回の内容について、1、左側は上を、右側は下を、2、流動比率、3、自己資本比率、4、財務状況を良くする考え方、これらについて説明していきます。1、左側は上を、右側は下を。以前にこのチャンネルでは貸借対照表の基礎を配信しました。まだご覧になられていない方は見てから再度のご視聴をお勧めします。おさらいは簡潔にしますね。ある一定の時点での企業の財務状況を明らかにしたものです。企業の資金繰りや財務の安全性などを調べることができます。下の表のように左と右に分かれています。気難しい感じがすると思うので、ざっくり言うと、今持っているお金と物のリスト、それは負債、純資本からがわかる表のことです。ではこの表を見る中でどこを特に注目すべきなのかを説明します。タイトルに書いてある通り、左側は上を、右側は下を見ます。ここの項目のボリュームが大事です。この表の項目の順番には意味があります。図に書いてある通り、資産の部では上にある項目ほどすぐにお金になります。右の負債や純資産の部では下に行くほどなかなかお金が出てきにくいです。流動資産、特に預貯金が多い場合はいざという時に払えるお金が多いということです。支払いが遅れてトラブルになるリスクが少ないことになります。純資産、自己資本が多い場合は返さないといけないお金が少ないということです。返済に追われるリスクが少ないということになります。なので財務状況がいいかどうかという視点で見る際は左側は上を右側は下を必ずチェックしましょう。そしてここを意識するのが良き財務状況を作り上げる考え方の軸になります。2、流動比率。流動比率の説明をする前に流動と固定の違いを説明します。大事なのは1年以内なのかという基準です。流動資産は1年以内に換金できる項目です。固定資産は1年以内に換金できない項目です。流動負債は1年以内に支払う項目です。固定負債は1年を超えてから支払う項目です。まずこれを理解してください。それでは流動比率です。1年以内に返済しないといけない流動負債が1年間で換金できる流動資産で賄えるかを知る比率のことです。計算式は流動資産割る流動負債 ×100 です。数字を使って例えを書くのもいいんですが、図の方が分かりやすいと思うので図で説明します。左側の図の場合は流動資産よりも流動負債の方が多くなっています。これは返済が賄えないのではとなります。次に右側の図の場合は流動資産よりも流動負債が少なくなっています。これは返済に対して余裕があると捉えることができます。このように確認するのが流動比率です。3、自己資本比率。自己資本比率は総資産に対する自己資本、純資産の割合を言います。計算式は純資産割る総資産 ×100 です。これも図で見ると分かりやすいですね。左側の図は自己資本が少ない状態です。右側の図は自己資本が多い状態です。自己資本は返済しなくて良いお金です。これが多いと安定するのは理解しやすいと思います。では余談ですが、無借金経営がすごくいいのではないかと思うでしょうが、そうとも限りません。これについては以前に配信した負債は悪なのかで説明しています。4、財務状況を良くする考え方。左側について事業編です。1、売掛金を現金化。売掛金とは取引先や顧客からの売上の中で料金を回収できていない金額を言います。この売掛金をできる限り早期に回収する努力をすれば現金が増えます。2、商品を現金化。理想はちゃんと商品が売れることですが、もし在庫を抱える場合は処分するよりもギリギリ黒字の値段で売った方が良い場合があります。よくあるセールですね。3、不要な固定資産を売却する。使っていない機材や建物などを売却する方法です。左側に対して僕が考えたプライベート編です。1、使っていないもの、固定資産を売る。乗っていない車、ブランド品などを売れば現金化できます。また高価なものではなくても最近は売れる方法がありますよね。
リサイクルショップ、オークションなどがそうかなと思います。2、持っている知識、技術を現金化。スキルは無形資産という資産になります。日常生活で使っているパソコンやスマホをフル活用すれば副業になって現金化できるのではないでしょうか。右に対して事業編です。1、負債の返却。繰り上げ返済して負債の額を減らします。2、増資。出資を募るという方法です。融資とは違い、出資の場合は返済義務がなく純資産になります。3、純利益を増やす。売上により利益余剰金を増やします。言うのは簡単ですが、企業努力が必要です。一番王道な方法ではないでしょうか。右側に対して僕が考えたプライベート編です。1、負債の返却。これは事業と一緒で繰り上げ返済をすることです。2、貯金をする。収入引く支出イコール余剰金ですね。貯金についてはまたの機会で説明できたらと思います。3、収入源を増やす。まずは年収を増やすことですね。働いているところで昇格を目指したり、歩合を増やしたり、スキルを高めて転職するのもいいでしょう。次に副業や資産運用での収益で増やすのもいいですね。今回は貸借対照表の見方を説明しました。自分の財務状況を確認して改善するところがあれば行動に移すのはいいでしょう。今回の内容が皆さんにとって良い機会になれば幸いです。以上です。ご視聴ありがとうございました。今後も一緒に人生資源について勉強しませんか？もしよかったらチャンネル登録のボタンをクリックしてください。それではまたよろしくお願いします。